こんにちは、さやと申します。今回は私のお気に入りのコスプレ5つ紹介したいと思います。どうぞ。今回は私が今までコスプレした中でお気に入りの5つを紹介したいと思います。じゃあまず1つ目、おこ姉さんですね。おこさん、ほおずきの冷徹に出てくるもう女の子のキャラなんですけれども、それを、以前ここで撮らせていただいて、結構もう2回目にしては完成度もよくできたので、それをちょっとお気に入りの一つに入れてみました。で、一番大変だったのは、眉毛ですかね。あの時は剃っておこさんのなんか丸い眉毛を作ってきたので、ちょっともう帰りが大変でした。2つ目、陰陽師の神楽。今ゲームの陰陽師っていうのにハマっていて、スマホゲームであるんですけど、そちらのキャラクターがたくさん出ていて、その中で何個かやってはいるんですけども、一番回数が多いのが神楽という女の子、小さい女の子のコスプレになります。でこれはもうロケが多くて、舞台が日本なので、アジサイの時期とか、夏のひまわりの時とかいろいろ行って、一年中撮れればいいなと思ってやっています。神楽の場合は、あんまりテーピングで吊り上げたりもせず、がっつり目を入れることも、アイライナー引いたりすることもしないんですけど、私がもともと童顔っていうのがあって、丸顔っていうのもあって、それをちょっと変えてしまうと大人っぽくなってしまうので、神楽が本当に小さい女の子なので、そこは自分の素を活かせるようなメイクを心がけています。3つ目がキングダムハーツというゲームのカイリーというキャラクターになります。これはディズニーシーの方で、仮装が OK な日にですね、カイリーの格好で行って、仲間があと2人いるんですけど、その3人で写真を撮ってもらって、一番思い出に残っている作品っていうんですかね、コスプレになります。その仮装できる時が10月とかで、しかも海沿いなのですごい寒かったんですけど、カイリってワンピース、すごい短いワンピースで肩も出てる足も出てるっていう極寒の中撮影していったので、やはりコスプレイヤーすごいなっていうのを思い知りました、改めて。4つ目、刀剣乱舞の前田藤四郎というキャラクターになります。今出していただいている画像なんですけれども、これは合わせという大型の時の1枚になるんですが、ちょっとその時はほのぼのしたやつを撮ってたんですけど、私が戦闘シーンを撮りたいということで、かっこいい藤四郎を撮りたいということでカメラマンさんにお願いして、でマントをつけてる子なんで、それをもうカメラマンさんの他にバサッとやってもらって撮れた1枚になります。で前田藤四郎も見た目が幼い子なので、あんまりがっつりなメイクをせず、影とかですね、それで陰影をつけるようにして、で幼さを出すように、あんまりテーピングでつったりもせずコスプレしています。5つ目がピースメーカーという作品の沖田総司になります。こちらもロケで撮らせていただいたんですが、この時一番大変だったのが、私が常に動いていたということで、写真載せるものは静止してるんですけど、髪の躍動感とか長髪の人なので、その躍動感を出したりとか、袴なのでそのひらみというんですかね、それを出すのに私が常に走ったり回ったりして、そこをカメラマンさんに抜いてもらうという感じでした。そうなんですよ。大変なのが、自分では、その時はもうテンション上がってるんで何ともないんですけど、翌日ものすごい疲れが出て、筋肉痛だったりとか、それがひどいんですよね。あと犬夜叉の刀を作ったんですが、ちょっと作品が古いっていうのと、売ってない、私が地方済みっていうので材料が
ちょっともう100均しかないっていう中で、2日間ぐらいしか期限がなかったんですけど、そこで100均になんていうんですかね、プラスチックの板みたいなのが売ってるんですよね。それを4枚買って、あと丸い棒を買って、あとはボンドでつけて制作したんですけど、一応ちょっと犬夜叉の刀って横から見るとこうひし形になる感じなんですよね。真っ平らな刀じゃなくてちょっと厚みがある刀なので、それを表現するのに棒を芯にして発泡スチロールをこう山になるように切って、この溝をグルーガンで埋めて上からスプレーして染めるっていうやり方だったんですけど、それがやっぱ溶けるんですよね。発泡スチロールって直にスプレーすると発泡スチロールが溶けてくるので、その上をコーティングするのにニスをやったりとか、水性ニスなんですけど溶けちゃうんで、油性だと水性ニスを塗ってアクリルのスプレーやってっていうので、私もお昼お仕事があるので夜しか作業ができず、でもアパートなので、外でできないと、部屋の中が臭いもうアクリルの匂いで本当にもう脳が萎縮するんじゃないかというぐらいの臭さの中、私は2日間で犬夜叉の刀を作り、よくやったと思います。ということで、私のお気に入りの5つのコスプレでした。これからもどんどんコスプレの写真上げていくと思うので、ぜひチェックしてみていただけたらと思います。で、何か分かんないことがあれば、DM でもリプでも開放してますので、聞いていただければできる限り私は答えているので、そちらもどんどん使ってください。いろんな人の技術とか技を吸収していくのもいいと思います。ではチャンネル登録して動画の方も見てみてください。